これはあかん。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はなんと餅、ベーコン、とろけるチーズ、あと塩コショウ、たったのこれだけで美味しい料理作っていこうと思います。餅はね、こう薄く切ってください。砂糖の切り餅とかそういうのを正月で余ったやつ使っていきましょう。うちはこのね丸いやつが余っていたのでこれでいきます。でちょっと硬い場合はレンチンしてから切ると切りやすいです。でひとまずボウルに入れときます。こんな感じでいいんじゃないでしょうか。ペラペラで続きましてベーコン。ベーコンもなるべく同じぐらいの大きさに切っていきましょう。これ厚切りベーコンを切ってるんでね、普通のベーコンやったらこうねちょっと大きめに切ったらいいんで、僕はこういう厚切りなんでこんな細く切ってますが、大きさ餅に合わせて切った方がいいかもしれません。でこのベーコンもね一緒に餅のとこに放り込んでおいてください。はい、そこにですねとろけるチーズバーンでこれを混ぜる。でこう混ぜてここで塩コショウを少しします。塩コショウ、ベーコンがねちょっと塩っぱいんで塩気は考えてそんなに濃くしないでいいです。あと胡椒、僕胡椒好きなのでこう多めにはい、ここまでできたらあとはもうフライパンで焼きます。焼きましょう。はい、熱したフライパンにオリーブオイル、サラダ油でもいいんですけど少々でそこにこう油を走らせて、テフロンだとねくっつかないんでそれほど心配することはないんですが、この混ぜ合わせたものを入れていきます。ダーン。はい、ダーン。こんな感じ。これでね餅が溶けてきてチーズとなじみベーコンの香りが移っていく、そういう感じに仕上げていきます。はい、これね裏がこう焦げてくる前にひっくり返します。フライパンがこれ薄かったらね皿をかぶしてこうひっくり返したらいいんですけど、これちょっと深いんでこう油が手にかかる恐れがあるのでね、今日はもうこのまま振ろうと思います。せーの。はい失敗。はい失敗しました。でも大丈夫です。こっから立ち直っていきます。はい、こうやってね失敗しても横をこうお好み焼きのやり方でね丸く整えるこう、ね、そうすると丸さは保てました。はい、そしてひっくり返す。もう失敗はしたくない。でも皿をこうしたら鍋が深いから油が熱い。なので振ります。せーの。はいはい、見事。もう失敗はしません。
できるだけこう外目カリッ中とろでいきたいですよね。なのでもうちょっと焼きましょう。はい、もうこれだいぶいい感じですね。だいぶいい感じ。もう一発返しましょう。あんまり調子乗って返すと失敗するんでね、ここから失敗したくない。よし、もう一回いくぜ。はい、あ、危ない。はい、はい、成功。いい感じじゃないでしょうか。外カリ、いい感じですね。ほら、これで出来上がりました。はい、完成です。ザクザクもちチーズピザ。はい、まずね、これも切っていきましょう。ほら、よっしゃ。よし。はい。はい、それではいただきます。これはやばい。これはやばい。熱っ。見てください、このとろけ感。いただきます。熱っ。これはあかん。もう外目バリバリ、中ドロドロ。これは悪魔的美味しさ。うん。ダイエットは明日から。今日はこれで楽しむ。そしてビールが進む。どうでしょうか。正月のね、餅が余ってるのでね、ぜひこれやってみてください。大人から子供まで楽しめる一品。子供はね、お昼の時とかおやつ感覚で出すと、まあこれピザですもんね。ほぼピザ。めっちゃ美味しいんでね、余った餅こういう風に利用しましょう。めっちゃうまいです。あっく。人生が豊かになること間違いなし。皆様の日々のご飯のちょっとしたヒントになれば幸いです。コメント登録よかったらいいねボタンよろしくお願いします。これね、トッピングとしてこうなんかね、緑のものとかタバスコやってみたらいいんじゃないですかね。うまい。サクサクトロトロ。